どうも、銀です。プレイヤーたちをゾクゾクさせるホラーゲームはゲームにおける人気ジャンルの一つですよね。それゆえに数多く存在するホラーゲームですが、中には怖いというよりも面白かったり笑えるというユニークな作品もいくつか存在します。ということで今回は怖いより面白いが勝つホラーゲーランキングベスト3をお送りします。それでは行ってみましょう。まずは第3位。第3位はデストリップスです。アルベルト・ナバロさんというクリエイターがハロウィンを祝うためだけに2日間で作成したという無料のインディーゲームです。数多く存在するホラーゲームの中で最も短いと言われるホラーアドベンチャーゲームで、2018年のリリースから現在までで全世界で10万ダウンロードを突破しているとのことです。日本では多くのゲーム実況者によって取り上げられたことをきっかけに話題となり、素晴らしいという絶賛をはじめ、全然意味わからん、笑える、ある種伝説などと言われています。物語の舞台は殺人事件現場のとあるホテル。犯人である連続殺人犯レディ・デスがまだ潜んでいるとされるホテルの中を主人公の捜査官が調査していくというお話です。どんなゲームなのか見てみましょう。ネタバレが苦手な方はご注意ください。以上です。この方が連続殺人犯レディ・デスなのでしょうか、それとも悪霊なのでしょうか。プレイヤーがどこにいてもこのような結末を迎えてしまいます。多くのゲーマーたちがトゥルーエンドがあるのでは、レディ・デスを救いたいなどとコメントし、実況動画や攻略動画をアップしています。こちらのゲームは無料で遊べますので、気になった方はぜひご自身の目で確かめてみてくださいね。またこちらの作品ですが、次回作を熱望するファンの声も多いのですが、制作者のブログ記事によると、ちょっとした冗談から作った作品とのことで、今後の続編や拡張などの予定はないと言及されています。怖いより面白いが勝つホラーゲーランキングベスト3。続いては第2位。第2位はシェプトンです。こちらは2020年2月にフロストウィングススタジオからリリースされたパソコン用のインディーゲームです。価格は100円。英語とロシア語に対応しており、日本語版はありません。シェプトンというタイトルの由来について調べたところ、明確なものは分かりませんでしたが、ブルガリア語やロシア語でシェプトンというのはささやきという意味だそうです。物語の舞台は人が住むことのなくなった死の町。プレイヤーは伝説のカウボーイジャック・ジョンソンとなり、幽霊や悪魔から逃れながら街に散らばる自身のなくし物を拾い集めていくというお話です。このゲーム一番の特徴は BGM や効果音でしょうか。少しゲーム内容を見てみましょう。ノリノリな幽霊の動きや近づいてくる時の BGM、 ダメージを受ける時の効果音、とにかくふざけています。突っ込みながら遊んだり、他のプレイヤーのリアクションを見るのが楽しいゲームかもしれませんね。怖いより面白いが勝つホラーゲーランキングベスト3。いよいよ第1位。第1位は Go Home です。
Go Home はバーチャル YouTuber の市松鈴香さんが手掛けた日本のホラーゲーム。2019年に公開されていたベータ版を有名ゲーム実況者たちが次々にプレイしたことで話題となり、2020年にはパソコンで遊べる完全版が Steam で発売されました。正式なジャンルはノスタルジックホラーアクションゲームということで、怖い雰囲気ながらもどこか懐かしさや愛おしさを感じる2000年代のノスタルジーをテーマに制作されたそうです。物語の舞台は平成17年のとある住宅街。主人公は7歳の少女鈴木モザイコちゃん。ふとしたことで両親とはぐれてしまった彼女が一人で家に帰る。そう、家に帰るだけのホラーゲームです。少しゲーム内容を見てみましょう。運動会などでおなじみのクシコスポストを BGM に背負い、全力で駆け寄ってくる女性のお化けの姿は恐怖でもあり、どこか笑えてしまうというコメントも多かったようです。そんな怖い雰囲気ながらも笑えると称されたゲームですが、実は世界観やエピソードに込められたメッセージは奥深く、例えば道中で見ることができる少女のメモ書きや登場するお化けが意味するもの、起こった出来事と主人公の関連性、モチーフになっている七五三やトーリャンセの歌の由来などを考察していくと、かなりゾッとするものがあります。純粋なホラーゲームとして、また実況動画などで面白く見せるエンターテインメントとして、そして考察する楽しみを持たせるという奥深さを併せ持つ Go Home。 怖いより面白いが勝つホラゲーランキングベスト3のナンバーワンとさせていただきましたが、面白いが勝つだけでは言い表せない素晴らしいゲームだと私は思いました。はい、ということで今回は怖いより面白いが勝つホラゲーランキングベスト3をお送りしました。皆さんのお好きなタイトルはありましたでしょうか？皆さんのおすすめタイトルもありましたらぜひコメントで教えてくださいね。それでは今回の動画はここまで。このチャンネルではゲーム作品の個性や魅力を楽しく分かりやすくお伝えする動画を目指しています。この動画が面白い、ためになる、癒されると思った方はぜひチャンネル登録や高評価ボタンをポチッとお願いします。他のおすすめ動画もぜひ見てみてくださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃバイバーイ。